T44、これが何を意味するものか皆さんご存知でしょうか。知っているという方は手を挙げてみてください。ありがとうございました。思っていたよりもいて、僕自身すごいびっくりしました。これはパラリンピックの陸上競技における僕の障害区分を表したクラス分けの数字です。今回のリオデジャネイロパラリンピックではこれまで以上にメディアの方に取り上げていただいたので、知っている方も少しずつ増えてきているのではないかと思います。 T は陸上のトラックを意味し、100m、リレー、マラソンといった走る種目だということを表しています。44、これは障害区分を表しています。僕のような片足の膝から下を切断した選手、そして片足の足首の機能が麻痺した選手だということを表しています。このようにパラリンピックでは競技の公平性を保つために障害の種類や程度に応じて細かくクラス分けというものがされています。そしてオリンピックと同様に障害のあるアスリートが頂点を目指し日々練習に取り組んでいます。頂点に立ちたいという思いではオリンピックとパラリンピック、この2つに違いはありません。現在の日本では障害というものに触れる機会が少なく、まだ慣れていないためか、いい方にも悪い方にもどこか過敏に反応してしまう、そんな雰囲気があるように感じます。一方で科学技術が進歩し、失ったり不足した分の補うことで障害のある方も健常に近い状態で生活することができるようになっています。将来、健常者と障害者、この2つの距離、今よりもずっと近くなるでしょう。もしかしたらある分野においては障害者の方が健常者よりも優れた能力を発揮することがあるかもしれません。皆さん、障害とは何でしょうか。今日はそういったことを一緒に考える時間にできたらなと思います。僕は生まれた時から右足がなかったというわけではありません。15歳の時にユーイング肉腫という悪性腫瘍が発病し、治療のために自分の意思で右足の膝から下を切断する決意をしました。足を切ると決めたとき、そして足をなくしたとき、不思議とそこまで悲観しませんでした。本当に自分の足がなくなるということに実感できず、これから起こることがどこか他人事のような感じがしていたからです。そして何よりも義足というものを履けばすぐにこれまで通りの普通の生活ができると信じていたからです。いざ義足をつけたとき、歩くことはおろか立つこともできませんでした。うわ、人生終わったわ。子供ながらにそう思いました。いろんなことができなくなるんじゃないかという悲壮感と、他人と違うということが何かいけないことのような気がして、自分の障害、義足というものを隠そうとしていました。夏でもずっと長ズボンを履いてました。最初は障害というものを受け入れることができなかったのです。
そんな落ち込んでいた僕に大きな転機が訪れます。陸上競技との出会いです。高校入学後にリハビリを兼ねて走ることを始めました。昔は長距離とか大嫌いだったはずなのに、その時素直に走れることが嬉しいと感じました。走るというそんな当たり前のことを嬉しいと思うなんて、健常者として生きた時には全く感じることのない気持ちでした。高校2年生の時に記念にと静岡県の障害者の陸上大会に参加しました。ここで義足のパラリンピアンの山本篤選手、春田潤選手、この2名のパラリンピアンと出会います。彼らの姿というのは義足を隠そうとしていた僕と違って、義足を見てくれと言わんばかりの堂々とした姿でした。彼らの姿を見ていると、義足が恥ずかしいんじゃなくて、義足を隠そうとしている自分自身がすごいかっこ悪いなというふうに感じるようになり、これが義足を受け入れる大きなきっかけとなりました。それから山本選手、春田選手とともに練習し、試合を重ねていく中で、僕も彼らのように本格的にパラリンピックに目指したいと思うようになり、陸上競技の強い大学へと進学しました。大学在学中は多くの仲間に支えられ、共に成長することができ、2012年のロンドンパラリンピック日本代表メンバーとして選ばれ、出場することができました。個人種目では予選落ち、そしてリレーでも4位という結果でしたが、自分が本気で目指したパラリンピックという舞台に立ったことは、自分の中でとても大きなものとなりました。そして今回のリオデジャネイロパラリンピック、100メートルでは日本記録を更新し、2走を務めた 4×100 メートルリレーでは銅メダルを獲得することができました。しかしこれはまだ通過点です。本番は2020年の東京パラリンピック、さらに上を目指します。右足をなくした当初は障害を受け入れられなかった、義足を隠そうとしていたとお話ししました。あれから10年経った今、僕は大きく変化しています。今では周囲の視線というものは全く気にせず、こうして普通に短パンも履いて街にも出ています。日常生活においても全く支障もなく、自分自身でも義足であるということを忘れてしまうくらいです。そして陸上競技に出会い、日本代表として選ばれ、パラリンピックにも出場することができました。今回はメダルを取ることもできました。健常者として生きていたらなんて比べることができるものではありませんが、健常者として生きていたらこんな舞台には立つことはできなかったでしょう。失ったものがある分、幸せを体験し、幸せを感じる部分が増えてきたのかなというふうに感じています。苦は楽の種、これは僕が入院中とても励みにしていた言葉です。
今は辛くてもそれを乗り越えれば必ずいいことが待っている、そう思うととても前向きな気持ちになりました。障害者スポーツの大きな特徴の一つに、障害者スポーツは一人でやるものではありません。個人種目、団体競技という意味ではなく、義足や車椅子といった障害を補う道具を作ってくれる方々も参加しているということです。リオデジャネイロパラリンピックでも実際履きましたが、僕は今日本の義足メーカーのサポートを受けています。僕たちの目標は健常者と遜色なく走り、そして超えること。義足がただ歩くためだけの代用品だった時にはそんなこと考えられませんでした。しかしもしかしたらできるんじゃないかと思うぐらいまで技術は進歩しています。もし100メートルにおいて義足の選手が健常者よりも速く走ったら皆さんはどう思いますか？走るのに特化した義足を使っていてそれずるいじゃんとか思ったりしますか？そういったことも考えないといけない日がもうすぐそばまで来ているのかなと思います。最初に皆さんに障害とはと問いかけました。僕の話を聞いて頭の中にこれまでと違う何か思い浮かべていただけましたでしょうか？皆さんから見て今ここに立っている僕は健常者ですか？それとも障害者ですか？もし僕が長ズボンを履いて普通に道を歩いていたら、道行く人は誰も僕のことを右足のない障害者だとは気づかないでしょう。むしろ走るという行為においてはこの会場の誰よりも僕は得意かもしれません。日常生活においてもこれって障害なのかそうではないのかというものが溢れているように感じます。足がない人は障害者では、足腰が弱くなったり怪我をして杖をついて歩いている人は障害者でしょうか？目が見えない人は障害者では、近視や老眼で眼鏡をかけないと生活できない人は眼鏡を取ったとき障害者になるのでしょうか？誰もが年を取りこれまでできていたことができなくなったとき、それは障害者と言えるのでしょうか？こうしてみると実は障害かそうではないのかというものの区別自体難しくなってきているのかなと思います。いやむしろそこに明確な線引きを引く必要はないのかもしれません。何かを失うことは辛いことです。特にそれが体の一部だったらなおさらでしょう。でも失ったり不足した分だけ今までになかった新しい何かを付け加えることができるようになると僕は思っています。僕は右足を失いました。でも足を失ったことで陸上競技に出会い、本気で目指す目標を見つけ、多くの人と出会い、そして今日も皆さんとお会いすることができました。足がある時と足がない時の生活どっちがいいなんて比べられるものではないのかもしれませんが、
間違いなく言えることは、今とても楽しい日々を過ごすことができています。人生はプラスマイナスゼロになっているんじゃないか、いやむしろプラスの部分が多いのかなと思います。最初に皆さんに障害とは何かと問いかけました。僕自身もまだその答えというものは見つけることができません。皆さんも同じかと思います。もしかしたらそこには明確な答えというものはないのかもしれません。しかしこれからも一緒にそのことを考えていきましょう。そうすることが健常者も障害者も誰もが生きやすい社会を作っていくと僕は信じています。